映画のセリフが字幕なしで理解できない。それは当たり前のことだから大丈夫です。落ち込む必要ないです。元気を出してください。皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でポッドキャストをお届けします。はい。今日のお題は、映画が字幕なしで聞き取れない、理解できない理由ですね。はい。皆さんはね、日本語を勉強していて、で、教科書についている音声を聞いたりとか、試験の練習で音声を聞いたりとか、あるいは、こういうポッドキャストの音声を聞いたり、たくさんしていて、なんかね、理解できるな。そうやって思うことってありますよね。なのにですよ、映画とかアニメとかを見ると、急に理解できなくなってしまうことってありませんか？これね、結構落ち込みますよね。いつもはもっと理解できるのに、映画とかになると急にわからなくて、なんか自分の日本語能力ってまだなのかなみたいな。そうやって落ち込むと思うんですよ。例えば、周りの人がね、すごいケラケラ笑っているのに、自分は、何が面白かったのって、状況がね、理解できなかったりとか。でもね、これ、実は当たり前なので、そんなに落ち込む必要はないです。大丈夫です。はい。そういうお話をね、今日はしていこうかなと思います。はい。でね、なぜかというと、答えはね、とっても簡単です。まず一つ目が、映画とかアニメってネイティブ向けに作られてるんですよね。だからです。例えば、日本語学習用の教科書とか、試験とか、あと、こういうね、ポッドキャストとか、これは非ネイティブの人のために作られているものですよね。だから、やっぱり理解してもらうことを目的として作られています。でもね、一方で映画とかアニメは日本語ネイティブの人のために作られてるんですよね。で、しかもその中に演技って入ってますよね。だから、例えば、すごく早口だったりとか、小声で話していたりとか、もごもご話していたりとか、するんですよね。だから、聞き取れなくって当たり前だと思います。だってね、教科書とか試験とか、こういうポッドキャストってわざわざ聞き取りにくく作らないですよね。聞き取りやすいように発音も気にして作られていることが多いと思います。でもね、その演技の中とか、たまにはリアル、現実世界でも、やっぱりね、ペラペラペラって話すことありますよね。もごもごもごでもそうだし、小声でもそうだし、そういうのって、やっぱり、皆さんからすると慣れてないものなんですよね。だから、聞き取れなくっても当たり前です。だから、そんなにショックを受けることじゃなくて、慣れれば聞けるようになっていきます。大丈夫です。はい。で、二つ目の理由が、皆さんは外国人として日本の文化とか背景とか流行りを知らないから。これももちろん当たり前ですね。日本の文化を知っているから面白い冗談っていうのもやっぱり作品の中にはあるし、背景を知っているからこそ理解ができることとか、流行りを知っているからこそわかる言い回しとか、そういうのもね、やっぱり、映画とかドラマとかアニメとかには出てくるんですよね。やっぱり作品を見ていると、この文章の言葉の意味は全部わかる。だけど、なんで日本人がこれを面白いと思っているかわからない。あるいは、言葉の意味はわかるのに、文章自体の意味が全然わからないみたいな。そうやって思う時もあると思います。例えばなんですけど、私、ポケモンがね、大好きなんですね。で、よく見てるんですけど、ポケモンにもそういう流行りの言葉って実は結構使われてます。
ポケモンってね、子供向けのアニメですよね。うん。でね、その子供向けのアニメにも、そういう今流行っている言葉とか、これがすごくね、当たり前に入ってるんですよね。例えば、バズるっていう言葉ですね。うん、バズる。これはスラングで英語のバズから来ている言葉です。はい。で、この意味は SNS の投稿が一気に人気になるっていうことをバズるって言います。うん。ね、これ SNS が流行っている今こそ使われている言葉ですよね。うん。だから例えば10年前の日本語の辞書とか読んでも出てこない言葉ですね。で、こういうスラングって子供であっても日本に住んでいれば当たり前に聞いて学ぶんですよね。うん。でもね、逆に日本に住んでなかったら、そういうスラングって聞く機会ってないんですよね。うん。だから日本の子供に理解できても、皆さんには理解できないって、いうことがあってもおかしくないですね。うん。この今の時代はすごく便利なので、チャット GPT に聞けば、すぐにね、答えを出してくれますね。あともう Google トランスレートも結構、最近はね、性能が上がったような気がしますね。うん。なんかね、10年くらい前まではもう全然ちんぷんかんぷんな答えを出してくれたりしてたんですけど、最近はね、結構ちゃんとしてるかななんて思います。だからね、ぜひ、わからないな、何が面白いの、この文章っていうのがあったら、ぜひ、チャット GPT にね、聞いてみてください。うん、なんでって。そしたら多分、日本の背景とかも一緒に答えてくれると思います。うん。はい。で、三つ目が、日本語って言っても、人によってアクセントが違うんですよね。はい。だから理解しづらいって思う時もあると思います。わかりやすい例で言えば、例えば映画とかテレビを見てると、東京出身の設定の人もいれば、大阪出身っていう設定の人もいますよね。うん。その二人ってもうアクセントが全然違うんですよね。で、しかも日本語ってそのアクセントがちょっと違うだけじゃなくて、言葉も結構違うんですよね。私はね、東京出身なので、大阪のアクセントとか、関西の方のアクセントって本当にうまくできないんですけど、でも一応皆さんに例を挙げると、例えば、東京の人は、それはダメだねって言いますね。それはダメだね。でも、関西の人は、ああ、それあかんわとかって言うんですよ。ああ、それあかんわああ、それダメだねと、ああ、それあかんわ全然違いますよね。そりゃあかん。そりゃ、それはあかん。ダメ。はい。言葉がね、ちょっと違いますよね。他にもね、例えば相槌ですね。東京の人は、だよねーって相槌を打ちます。だよね。はい。これはね、あなたに同意します。私も同じように思ってました。はい。そういう意味ですね。そういう相槌です。で、大阪の人は何て言うかというと、やんなーって愛想を打つらしいです。はい。だよねとは言わないんですね。関西って言っても、大阪と京都と兵庫とか、なんかもういろいろあるので、それぞれね、ちょっとずつ言い方は違うらしいので、一つにまとめてしまうのは、失礼だと思うんですけど、実は私もその違いはよくわからないです。これすごい難しいです。ね、だから、日本人はね、小さい頃からそういう風なのを聞き慣れているから、やんなーって言われても、わかるんですけど、皆さんはね、聞き慣れてないとわかんないですよね。当たり前だと思います。はい。じゃあね、映画の字幕を見ないと理解ができない。聞き取るのが難しいって言って、それをね、解決したいとき、どうすればいいかっていう話なんですけど、これはね、もう本当に耳を鳴らすことしかないですよね。はい。耳を鳴らす。もちろん、その単語がね、理解できないっていうんだったら、もう単語を覚えるしかないし、その音と
単語の意味をちゃんと一致させる。聞いたらすぐにパッてその意味が浮かんでくるように、そういう練習も日頃から必要かなとは思います。だからもう単語力をアップさせる。単語をたくさん学んでおくっていうのは、まずすごく大切なことだとは思います。それでもね、やっぱり聞き取れないって思うときは、耳を鳴らすのがね、大切ですね。はい。ただこれをね、今回ちゃんと話しちゃうと長くなりすぎちゃうので、次回以降の動画でお話をしようかなと思います。今回はね、ぜひここまでのお話を踏まえて、モチベーションアップとかにつなげてもらえればいいかなと思います。はい。ぜひ次回以降の動画もチャンネル登録といいねボタンを押して待っていてもらえたら嬉しいです。はい。ということで、今日は映画をね、見るときに字幕がないと理解ができなくて悲しいっていう、そういう時にね、それが当たり前なんだよっていう、そのお話をしてきました。だから落ち込まなくて大丈夫です。挑戦をしているっていうことがもう本当に素晴らしいことだし、皆さんは毎日毎日そうやって分かりにくくても前進してるから大丈夫です。だしね、そもそも動画に字幕を使うこと自体に問題はないと思うんですね。字幕をつけて理解できるならもうすごいじゃないですか。字幕をつけずに見ることって、例えば日本で映画館に行った時とか、そういう時には字幕がないものもね、ありますが、あるものもあるので、ぜひね、そうやって自分がそのコンテンツを楽しめるように調整していければいいんじゃないかなと思います。皆さんがね、今日もこうやって私のポッドキャストに耳を澄まして理解をしよう、学ぼうってしているその姿勢が素晴らしいです。はい。ぜひ自信を持って今日もね、楽しく学習を進めてください。ということで今日の動画は以上です。この動画のスクリプトは私のパトレオンから確認ができます。ぜひご活用ください。こういう動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。